AnyCubic Mega Zero 2.0 FDM 方式 3D プリンター 3D モデル制作とテスト印刷編。2021年3月、目的の一つである天体撮影用のパーツを試作していきます。モデリングソフトはオートデスクの Fusion 360を使用してみます。個人用途なら無償で使えるのがとてもありがたいです。いくつか練習を兼ねてモデルを作りました。今回は特にネジ関連の処理がうまくいくのかが重要なので、そのテストピースを作りました。48mm のオスネジとメスネジ、それから 42mm のオスネジとメスネジです。48mm のメスネジはフィルター装着用です。42mm のオスネジとメスネジは T マウントアダプタ用です。これらが既存の金属製のパーツときれいに組み合わさってほしいわけです。3D プリンタで造形されるものは必ず誤差があるので、許容範囲に収まるかを確認します。Fusion 360ではネジが簡単に設定できるようになっているので、モデリング自体は簡単です。オスネジ用のリングとメスネジ用のリングを別パーツとしてモデリングしました。ネジはパラメータを選択するだけで作れるのですが、残念ながら天文機材でよく使われる 0.75mm ピッチの設定がなぜか含まれていません。仕方ないので倍のサイズの 1.5mm ピッチを使ってモデリングしました。このため他の部分も2倍のサイズとなるように補正が必要となります。今回は Z 方向にネジを切っているので Z 方向のみを2倍とします。あとはスライサーソフトで Z 方向を半分にして G コードを出力することで本来の大きさにプリントすることができます。そして EOS 用の T マウントアダプタもモデリングしました。正確な EF マウントの規格サイズがわからなかったので、実際のカメラやレンズをノギスで実測しながら、だいたい大きさが合うように調整していきました。Z 軸方向に2倍としているので違和感がありますが、最終的には正しいサイズで出力できます。そして2インチ接岸部に直接差し込めるようにするためのアダプタもモデリングしました。先端にはフィルタ装着用のネジも切っています。根元付近だけは強度を持たせるため厚みをつけていますが、その他は壊れない程度にできるだけ薄くして光路を遮らないように作りました。T マウントアダプタは一見複雑そうに見えますが、各部を分けて考えれば単純な形状の組み合わせで作れます。これらの下書き線を引いて立ち上げ等のモデリング操作を行います。T マウントアダプタは 10mm 厚で作ったので、バックフォーカス調整用のスペーサも作ります。こういった小物をジャストサイズで自由に作れるのが 3D プリンタのいいところです。と、動画を編集していて今更気づいたのですが、このスペーサは実は役に立ちません。もっと外側の円を広くして T リングと接していないと
ペーサの役割を全く果たせません。もう一つ、リングパーツです。42mm 変換リングの回転止めとして使用するためのリングです。ガニメレンチをかける溝が切ってあります。ミード ETX70AT に EOS を接続するときに利用するものです。何度も言ってしまいますが、こういうものが手軽に作れて試せるのが 3D プリンタのいいところです。次にスライサーソフトですが、定番のアルティメーカー、クーラ 4.8.0 を使用します。すでに Fusion 360から出力した STL ファイルをレイアウトしています。クーラ上で Z 方向のみ 50% サイズに変更しているため、本来の高さで表示されています。1.5mm のネジピッチで作成したモデルデータから 0.75mm ピッチの出力を得ることができます。積層ピッチは最小の 0.1mm に設定しています。穴の水平展開というパラメータでメスネジの穴の大きさを微調整しています。いろいろ試した結果、この設定を行わないとメスネジとして適切な穴の大きさにならないようです。プリンタの特性なのかフィラメントの特性なのかわかりませんが、とにかく調整しないとネジ穴が小さすぎて使えませんでした。パラメータを調整したらスライスを行ってパターンや積層順をチェックします。2インチアダプタの内側にはサポート材を構築しています。これは下側に支えのない上面を水平に保つために必要な補強壁となります。ドラフトシールドを有効にして高さを 1.2mm に限定しています。これはモデルの周りに壁を作りますが、ある程度の高さにすることでプリント終了後に剥がしやすくしています。これをしておかないとスカートやブリムがきれいに剥がせず、毎回苦労してベッドから取り除かなくてはなりません。こちらは EOS 用の T マウントアダプタです。Z 軸方向を 50% に設定した状態です。スライスを実行した状態です。0.1mm 積層ピッチでスピードも遅めに設定しているので、計算上印刷に約5時間半かかります。
印刷後の取り外し作業です。シートを曲げれば、比較的簡単に外せます。最初の頃は、薄いスカートが貼り付いて全然取れなかったので、ディルドプレートを引っかいて取り除いていました。そのため、中央付近に、引っかき跡がうっすらと残ってしまいました。ある程度の厚みをつけることで簡単に外せることが分かったので、最近は取り外しに苦労しなくなりました。2インチアダプタの仕上がりはかなりいいです。42mm オスネジの部分は修正なしでそのまま使えそうです。内側はサポート材が貼り付いているので取り除きます。割とがっつりと食いついているので取り外すのが大変です。本体を傷つけないように気をつけながら破壊していきます。ある程度形が崩れてくると、ポロッと塊で取り外せます。内側はちょっと修正が必要な感じの仕上がりです。軽くヤスリがけを行います。こちらはテスト用のリングです。オスネジとメスネジがきれいに噛み合うか確認します。メスネジの内側は若干荒れ気味なので微修正が必要でした。入り口部分も若干狭くなっているようです。
作業中に追加で印刷していた 1mm スペーサーが出来上がりました。これはまだサイズ間違いに気づく前のものなので綺麗に仕上がっていますが実質失敗作です。テストリングの確認をしていますが最初はなかなかスムーズには回りません。少しずつ削りながら動きを確認します。動かしている間に少しずつ削れていくのでだんだん動きが軽くなっていきます。なのであまり先に削りすぎてしまうと今度はすぐにゆるゆるになってしまうので注意が必要です。金属製のリングにきれいにねじ込めるかを基準にしていましたが最初のうちに作ったものは穴が小さくて全然ダメでした。 XY 軸の出力サイズを 100% 以上に設定して様子を見ていましたがこの方法だとメスネジは良くなっても今度はオスネジのサイズが大きすぎるという問題が起きます。この T リングも出力サイズを変更して出力しているので 42mm の金属リングは入るようになりましたが肝心のカメラ側が大きくなりすぎてカメラに入らなくなってしまいました。48mm のフィルタ取り付けも 100% 印刷では穴が小さすぎてやはりねじ込みできない状態です。先ほど作った2インチアダプタは 100% 印刷で穴の水平展開パラメータで調整しています。これだと若干きつめですが、なんとかフィルタは取り付け可能でした。テスト用のリングはもう少し楽にねじ込むことができます。ヤスリで少しネジ山を調整します。
スムーズにねじ込むことができるようになりました。押すネジ側も確認します。こちらは修正なしで大丈夫そうです。先ほど作った失敗スペーサーを試しています。この時はまだサイズを間違えていることに気づいていません。こちらは以前に印刷した2インチアダプタです。穴の水平展開パラメータを設定せずに 100% 印刷したものです。この設定だとやはりフィルタはねじ込めません。こちらは穴の水平展開パラメータを設定して 100% 印刷した T リングです。42mm の金属リングがねじ込めてカメラにも装着できます。が、何度かはめていたらゆるゆるになってしっかりと固定できなくなっていました。滑りを良くするためにシリコンオイルを少し使ったのも影響しているかも。この時はまだロックピン用の穴も作っていなかったので回転固定もできず、残念ながらこのままでは使い物になりません。ちなみにこのキャップはフリー素材でダウンロードしたレンズキャップです。最初の頃に印刷したものなので穴サイズが小さめできつかったのですが、今回の T リングだとちょうどいいくらいの抵抗感になっていました。次にウィードの変換リングをはめてみます。これ消費税 5% 当時に買ったものですが、税込み4725円でした。こんなちょっとした変換リングが5000円近くもしていたなんて、今なら絶対に買わなかったでしょう。これも問題なく綺麗にねじ込めました。このリングには回転止めがないので、最後までねじ込むとカメラの角度が適当になってしまいます。そこで別に作っていたストッパーリングを使って変換リングをちょうどいい位置に固定します。カメラ側の方からねじ込んで変換リングを押さえ込みます。とりあえず想定通り使えそうです。
そして、最後に、2インチアダプタをねじ込んでみます。最初の食いつきがちょっと悪いですが、一度うまく噛み合えば、あとはスムーズに締め込むことができます。これだけしっかりとねじ込めれば、強度的には問題ないでしょう。あとは、光学系パーツとして、どれくらいスケアリングが狂わずに使えるものなのかが重要ですね。続く。